皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。2月の後半は雨が多く、この日も朝から雨が降っていました。せっかく満開に咲いている河津桜もこれは残念です。そして春までにやっておきたい多肉ごとがたくさんあるのになかなか進まず、今日もベランダの多肉たちを見に来ています。やることがないので今日はこの多肉たちにハイポネックスをあげていこうと思います。このハイポネックスは微粉になっていて水に溶いて液肥として使用していきます。用意していたバケツにはすでにこのハイポネックスを溶かしてあります。冬の間寒さに耐えてきた多肉たちに肥料というよりは活力剤としてあげています。1月にたっぷり1回水はやっているんですが、それでも土はすでにカラカラに乾いていました。この液肥をあげていると乾いた土が水を吸ってシュワシュワっと音を立てているのが聞こえてきます。今週末は気温がぐっと下がる予報なので、土がすぐに乾く程度に軽く液肥をあげていきます。今回は用意したバケツ1杯分の液肥をベランダの多肉全体に行き渡るようにあげていく予定です。特に土曜日は最低気温が0度、最高気温が6度と低い気温が予報されているため、このベランダの多肉たちには夜不織布をかける予定でいます。谷友さんにいただいたルビーティントがとても可愛く色づいていました。今水やりしているこのトレイは少し場所を移動させています。というのもまだ根付いていない多肉があり、このトレイをいつも足で引っ掛けてしまっていたので、根付いていない多肉がコロコロと転がって根付きが悪くなってしまっていました。狭いベランダにたくさん多肉のトレイを置いているため、背が低い私はまたぐのにちょいちょい足を引っ掛けてしまうんですよね。今回はこんな風にロゼットに一回り軽くハイポネックスの液肥をあげています。とりあえずベランダのすべての多肉に液肥をあげ終わりました。こうしてみるとベランダの多肉にもだいぶ花芽が上がってきていました。今年は花芽が上がらないと心配していましたが、いらぬお世話のようでしたね。今年はベランダの多肉の紅葉が 1,2 ヶ月例年よりも遅く感じました。それでもやっとこのベランダの多肉たちも赤く色づいてきました。そしてこのティッピーにはたくさんの花芽が上がっていて、可愛らしいピンクのつぼみがついていました。そしてこのジェミニですが、すでに長く花芽が伸びていて外葉が枯れ始めています。枯れ葉をきれいに取り除き、この長い2本の花芽は手で折っておきます。私は実生をしないので、こんな風に長く伸びた花芽は手で折って取ってしまいます。花芽を取ろうと思い手にしたこのスノーバニーにはたくさんの
小株がついていました。そういえば以前もこのスノーバニーの小株を外して増やした覚えがあるんですが、あの小株ちゃんたちは今どこへ行ったのやら。今度探しておきますね。この水蜜桃は我が家にお迎えしたての時は大きなロゼットをしていましたが、葉ざしを取ったりしていたのでだいぶ小さなロゼットになってしまいました。それでも花芽が3本も上がっていました。ちなみに花芽は全部取ったり取らなかったり、花の色がかわいい色だと気分でそのままにしておいたりと、いろいろです。あまりにも花芽が長く伸びすぎていて邪魔だったり、小さな株にたくさん花芽が上がっている時などには負担にならないように早めに花芽を取ることもあります。まん丸でコロンとしたフォルムがかわいいシャーロットローズ。グラデーションの葉がとても綺麗です。そしてこのゴーストリーにも花芽が長く伸びていました。もう一つ花芽がついているので、この長い花芽は取っておきます。他にも長く伸びた花芽がたくさんあるので、とりあえず目についた長い花芽は取っておきます。どんな花が咲くのか気になっていたこのミッシングユーですが、防寒対策するときに不織布をかけて花芽を折ってしまいました。そのせいか、つぼみが花を咲かせることがなく、つぼみのまま枯れてきてしまっていたので、この花芽も取っておきました。そして今年も家庭菜園で育てる夏野菜の苗を育てています。ミニトマトに中玉トマト、ナス、唐辛子。今年は初めて伏見甘長唐辛子を育ててみようと思って種をまきました。はい、ベランダに戻ってきました。このルドルフ、紅葉しないなぁなんて言っていたと思うんですが、ここに来て外葉が赤く紅葉してきました。枯れた外葉を取ってもまだロゼットが傾いているので、今年はこのルドルフを植え替えようかな。ラウレンシスもやっと葉がキュッと締まって冬の多肉らしい姿になっています。そしてこの多肉ちゃん、札がありませんでした。どこへ行ったのか、初めからナナシちゃんだったのか、ちょっと記憶にありません。それでもこんなに可愛らしい多肉ちゃんなので、これは寄せ植えに使おうと思います。そして枯れ葉をきれいに取ったナナシちゃんはポットをもみもみして、根がほぐれたところで株元をピンセットプライヤーでつかみ、土の中にぐっと引き込んでおきます。周りの土は軽く押さえておきます。このちょっとしたひと手間で後々のこの株の成長が違ってきます。そして
別の多肉のトレイではクリスマスイブが黄色い花を咲かせていました。隣のトレイでもラズアガに花芽が2本上がっていました。この多肉は何でしょう。こっちのラズアガにも2本花芽が上がっていますね。そしてこのローラにも花芽がついていました。奥のムーンガドニスにも花芽がついていましたが、このムーンガドニスの別名が魅惑の月、エスター、織姫などがあり、皆同じこのムーンガドニスだとは知らずにちょっと驚いています。別名を聞いて持ってるのにって思った多肉もありますよね。多肉あるあるの一つで、別名には気をつけたいと思います。スリョンとコルテスが隣同士で、真っ赤に紅葉しているコルテスがよく目立っていました。今回撮った多肉の花芽はこんな感じです。これからまだまだたくさんの花芽が上がってきそうですが、今日はこの辺で。ということで今日は雨が降っていたので外での多肉ごとができず、急遽ベランダの多肉たちにハイポネックスの液肥をあげて、やっと上がってきた花芽ですが、いらない花芽を摘んでいきました。いかがだったでしょうか。この動画が良かったなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。